為替レート気にする必要なし。お金の両替必要なし。入国審査必要なし。これらすべて欧米連合 EU のおかげです。EU はヨーロッパの国々の政治的、経済的な協力を進める国際組織である。国境を越えた人や物の自由な移動、共通の通貨ユーロの使用などが EU の最大のメリットである。2012年にはノーベル平和賞を受賞している。欧州議会議員選挙が近づいている今、EU の首都ブリュッセルにある欧州委員会を覗いてみた。では EU が発足した理由について探ってみよう。20世紀半ば、2度の世界大戦後、ヨーロッパは大きな被害を受けた。そこでヨーロッパの国々は二度とこのような戦争を起こさないため、1951年に平和と共存を目的とする国際組織を結成する。それが石炭と鉄鉱石を共同で管理するヨーロッパ石炭鉄鉱共同体 ECSC である。1957年に新たな組織欧州経済共同体 EEC とヨーロッパ原子力共同体ユーラトムを設立し、1967年にはこれらの組織をすべて合体させたヨーロッパ共同体 EC を結成する。やがてヨーロッパ諸国の結びつきは発展し、 EC は1993年についに欧州連合 EU へと変わった。フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、ルクセンブルク、オランダの6カ国からなる当初の EU は次第に拡大し、現在加盟国はイギリスの離脱に次いで27カ国である。では EU の仕組みとは何だろうか。 EU には議長がいるものの単独のリーダーがいない。そのため複数の機関で役割を分担している。主な3つの機関は欧州委員会、欧州議会、閣僚理事会である。まず EU の頭脳は欧州理事会である。 EU の目標達成のためスケジュールを立てて大まかな政策を定める。次に EU の社長は欧州委員会。簡単に言えば EU の政府、自国ではなく EU の利益を守ることを目的とする。EU 加盟国から首相、大統領が1人ずつ選ばれ、27人で構成されている。続いて、社長が提出した法案や予算を議決するのが閣僚理事会、欧州議会である。1人目の副社長、閣僚理事会は加盟国27カ国の閣僚から構成されている。自国の利益を守ることを目的とし、6ヶ月ごとに異なる国が議長を務める。閣僚理事会はこれまで紹介した2つの機関とともにここブリュッセルにある。2人目の副社長欧州議会は唯一 EU 市民の声を直接代表する機関である。5年ごとに直接選挙で選ばれた議員からなる欧州議会の本部はストラスブールにある。最後に EU を大黒柱のように支えているのは欧州司法裁判所や欧州中央銀行である。条約が法律に従って解釈され適用されているか監視を行う欧州司法裁判所はルクセンブルクにあり、ユーロ圏の金融政策を定める欧州中央銀行はフランクフルトにある。小さな国からなるヨーロッパは EU として一つにまとまり大国に対抗している。世界第2位の経済圏である EU はこうして国際社会におけるヨーロッパの国々の役割を強めている。しかし様々な機関からなる EU は複雑な仕組みを持ち、意見の食い違いなどによって物事がなかなか進まないことが指摘されている。他にも移民の流入など数多くの問題に直面している。それでも平和と戦争の回避という一番の目的は果たしているつもりだが、現在の戦争は見過ごしても良いのだろうか。